本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日の動画から始まるシリーズでは、初級から中級の教科書で習う何々そうだ、何々ようだ、何々みたいだ、何々らしいの違いについて考えます。これらは簡単そうに見えて、実際は上級者や日本に何年も住んでいる方でも結構使い方を間違いやすい文法です。動画の最後にはいくつかの復習問題があります。上級者の方もぜひこのシリーズを見て復習してくださいね。まずは最初の2つのそうだについて考えてみましょう。まずはこの写真を見てください。あなたの目の前にこのケーキがあります。甘い匂いがします。あなたはケーキが大好きです。あなたは何と言いますか？わー、このケーキおいしそうとかおいしそうだと言いますね。もしあなたがこのケーキをまだ食べたことがないなら、このケーキはおいしいとか美味しいですと断定することはできません。あるものの外見を見てそのものの性質を推測するときは何々そうだを使います。このそうだは文法用語では様態のそうだと呼ばれています。でも様態っていう言葉は日本人もほとんど使いません。知らない人も多いと思います。ですからもし様態っていう言葉が覚えにくければ、この種類のそうのことを目のそうと覚えてもいいです。情報源はあなたの目です。もう一つ別のそうだがあるんですけど、このもう一つの方は耳のそうと覚えても大丈夫です。この2つを区別するために目のそうは赤で書きますね。あなたは今このケーキ美味しそうと言いながらよだれを垂らしています。ですからこのケーキが美味しいっていうことをほぼ確信していますし、このケーキに対してかなり関心があります。教科書には美味しそうだのようにだがついてる文が多いんですけど、実際には美味しそうのように日常生活ではだをつけないことの方が多いかもしれません。丁寧に言うなら美味しそうですねということが多いですね。この様態のそうだ、目のそうだは前にあるのが形容詞か動詞かによって意味が変わります。一つ目の意味は、自分の目であるものの外見を見てそのものの性質をきっと美味しいと直感的に推察するときに使います。直感的ですからほとんど頭で考えていません。パッと見てわーこのケーキ美味しそうと言います。接続の仕方は、いい形容詞はいいを取った形になります。寒いなら寒そうだ、高いなら高そうだになります。な形容詞なら語感の後に直接そうだを続けます。語感というのはだとかなはつけない形ですね。ですから元気そうだとか簡単そうだと言います。注意しなくてはいけないのは、さっき高いは高そうだになると言いましたが、もしある商品の値札があなたにもう見えている場合は、この商品は高そうだとは言えません。ただこの商品は高いと言いますね。でも、値札が見えていないときには、高そうだと推測する言い方をすることができます。同じようにすぐ見てわかることは、この目のそうだを使うことはできません。パッと見て可愛いとか綺麗だ、目が大きい
前髪が長いということがわかるなら、目が大きそうだ、前髪が長そうだのように言うことはできません。推測する必要がないので、あの人は可愛いです、綺麗です、前髪が長いです、目が大きいですとしか言えません。でも推測しなければいけない状況なら、何々そうだを使うことができます。例えば、後ろ姿を見ただけなら、あの人は目が大きそうですとか、あの人の前髪は長そうですということができますね。では問題です。どんな質問でもすぐに答えられる人を見たとします。あの人はきっと頭がいいと思う場合、何と言えますか？あの人は頭が良さそうだ、頭が良さそうだと言いますね。いいは良さそうになることを覚えておいてください。これは例外です。大きいは大きそう、寒いは寒そうですが、いいは良さそうです。次の問題です。ある街の写真を見ました。あの街は空気が良くないだろうと感じたとき、何と言えますか？あの街は空気が良くなさそうだとも言えますし、もう一つ、あの街は空気が良さそうじゃないとも言えます。否定形の場合は何々なさそう、またはもう一つは何々そうじゃない、この2つがあります。この2つはどう違うと思いますか？すごく微妙な違いがあります。もし自分がただ空気が良くないだろうなと感じたことなら、普通に空気が良くなさそうだと言えば大丈夫です。でももし誰かがあの街は空気が良さそうだねと言ったとします。そしてあなたはその意見に反対している場合は、いやいやいや全然良さそうじゃないよと答えることができます。ただ自分の意見なら良くなさそうだ、誰かの意見に反対するなら良さそうじゃないですね。そしてな形容詞の否定の場合、例えば簡単っていう言葉なら、簡単じゃなさそうだ、または簡単そうじゃない、この2つがあります。簡単じゃなさそうだは単純な自分の意見、簡単そうじゃないよは相手の意見に反対するときです。さっき様態の、つまり目のそうだは前にあるのが形容詞か動詞かによって意味が変わると言いましたね。じゃあもしあなたがこのような黒い雨雲を見たらどう思いますか？もうすぐ雨が降りそうだ、もうすぐ雨が降りそうだと言えますね。このそうの前には動詞降るがあります。動詞が来ている場合には直後にこのことが起こると思う、つまりこの場合は雨が降ると思うという意味になりますね。じゃあ例えばテーブルの端の方にスマホが置いてあったら、あなたは何と言えますか？スマホが落ちそうだよ、スマホが落ちそうだと言えますね。こんな風に今見ている状況をもとに直後の予想をするときに動詞そうだを使うことができます。またもう少し先の将来を予想するときにもこの目のそうだを使います。例えば今は春です。でも今の状況を見て今年の夏は暑くなるだろうなと感じているなら何と言えますか？今年の夏は暑くなりそうだと言えますね。このように直後やもう少し将来に起こることの可能性について話すときには動詞のます形からますを取った形、つまり連用形にそうをつけます。降りそうだのようにつけますね。では問題です。今あなたは天気図を見ています。このままだと台風は
台湾には来ないだろうと思っているなら何と言えますか？台風は台湾には来なさそうだ。さをつけずに来なそうだと言っても大丈夫です。このように何々なさそうだという言い方が一つですね。そしてまだ同じ意味の言い方がいくつかあります。なんだかわかりますか？台風は台湾には来そうにないという言い方。または台風は台湾には来そうもないという言い方。または台風は台湾には来そうにもない。これら3つの言い方もできるんです。たくさん言い方があるのでちょっと覚えるのが大変ですね。この3つの中ではもがついてる文の方が否定の意味が強くなります。ですから来そうにないより来そうもないや来そうにもないの方が否定の気持ちが強調されます。次の質問です。あなたは最近残業することが多くなってきました。でも今日の仕事はもう終わりました。あなたは何と言いますか？今日は早く、ここで帰りそうだと思った人はいますか？それは間違いです。自分のことについて予想する場合、普通は可能形を使って帰れそうだのように言わなければなりません。例えばあなたは写真を撮るのが好きです。今日はとても景色のいい山の上に来ました。いい写真が撮れそうだ。これも可能形で撮れそうだと言いますね。はい、ここまでが目のそうの使い方と意味でした。では次に耳のそうについて考えましょう。この目のそうと耳のそうは全然意味が違います。あなたはこのケーキ屋さんに行ったことがないとします。でもあなたの友達の田中さんがあのお店のケーキは美味しいですよとあなたに言いました。この時あなたは何と言えますか？このケーキは美味しいそうだ。このケーキは美味しいそうだと言えますね。これは他の人が美味しいと言っているのを聞いたという意味です。文法用語ではこれを伝聞と言いますが、伝聞という言葉も普通の日本人はあまり使いません。情報源は主に耳なので、耳のそうと覚えればいいと思います。わかりやすいようにこのそうだは青で書きます。この耳のそうとさっきの目のそうを簡単に見分ける方法があるんです。もしこの後ろのそうだを取ってしまってもちゃんと文章になっている場合は耳のそうなんですね。例えばこの文の場合、このケーキは美味しいそうだ。このそうだを取っても美味しいと文がちゃんと終わっているので、これは耳のそうだっていうことがわかります。目のそうだったら美味しいで終わってしまうのでちゃんとした文ではありません。このことから耳のそうは動詞、形容詞、名詞の普通形の後ろにつけることができます。美味しいそうだといった場合、確信度や関心度はかなり高いです。そしてこの耳のそうだはどちらかというとフォーマルな言葉です。ですから話す時よりも書く時に使うことが多いんです。例えばあるお母さんが別のお母さんに LINE メッセージを送ります。今日うちの娘がお宅でお世話になったそうですねのように書くときによく使いますね。何々そうですね。お世話になったそうだのようにだをつける言い方より丁寧にお世話になったそうですね
のようにですをつけて話すことの方が多い気がします。じゃあここでよく教科書に出てくる文を復習しましょう。何か根拠があるときには前の方によく何をつけますか？何々によるととか何々によればを前につけますね。例えばあなたは天気予報を見ています。天気予報士がこう言いました。明日は雨でしょう。このことを他の人に伝えるなら何と言えますか？天気予報によると、または天気予報によれば、明日は雨だそうです。このように名詞やな形容詞の後ろにそうだをつける場合は必ずだをつけて普通形にしてからそうだを続けてください。じゃあもし動詞を使って今と同じ意味の文を作るならどうなりますか？天気予報によると、または天気予報によれば、明日は雨が降るそうですよ。こうなりますね。別の問題です。田中さんはアメリカに住んでいます。さっき田中さんからメッセージが入りました。今アメリカは大雨です。じゃあこのことをまた別の人に伝えるなら何と言えますか？田中さんによると、または田中さんの話によると、アメリカは大雨だそうです。直接名詞を使って大雨だそうですということもできますし、じゃあ動詞を使うならどうですか？田中さんの話によると、アメリカは大雨が降っているそうです。大雨が降っているそうですになりますね。ただ教科書によく出てくるこの何々によるとっていう言い方は口語ではあまり聞きません。普通は田中さんに聞いたんですがとか、田中さんが言っていたんですがっていう言い方の方がよく聞きますね。さっき言っていた天気予報によるとっていう言葉も実際は天気予報で聞いたんですがとか、天気予報で言っていたんですがと言った方がもっと自然になりますね。ある人に聞いた情報を他の人に伝えるときに使える言葉は他にもたくさんあります。雨が降っているとのことだとか、雨が降っているらしいとか、雨が降っているってとかいろいろあります。これらの違いについてはまた別の動画でお伝えしますね。では復習の質問です。ぜひ全問正解してくださいね。あなたは今テレビを見ています。テレビには北海道の様子が映っています。この画面を見て何と言えますか？北海道は寒そうだ。北海道は寒そうだですね。目で見た情報をもとに直感的に寒そうだと思ったからですね。次にニュースキャスターがこう言っています。北海道は現在マイナス10度です。多くの地域で大雪が降っています。このことを聞いてあなたは北海道の友達にメールを書きます。何と書きますか？ニュースで聞いたんですが、そちらはマイナス10度だそうですね。とか、そちらは寒いそうですね。とか、そちらでは大雪が降っているそうですね。などのメッセージを書くことができますね。もしあなたが明日から北海道に旅行に行く予定なら、あなたはどんな独り言を言うかもしれませんか？あっちは寒いからいろいろ防寒具を持っていた方が良さそうだ。こんな風に言えるかもしれませんね。防寒具っていうのはマフラーとか手袋とか帽子など寒さを防ぐもののことです。でももちろんさっきの例文の答えは一つだけではありません。他にどんな例文を思いつきましたか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。今日は目のそうだと耳のそうだについて考えました。
これ以外に何々ようだ、何々みたいだ、何々らしいなどの似た言い方があります。それらについてはまた別の動画でお話ししますね。お見逃しのないようにチャンネル登録しておいてください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。